フランスの場合だと、いじめがあった場合に、いじめをした側を転校させるっていうのがルール化されたんですよね。小学生の娘がいます。悪口を言ってくる同級生がいて、娘はとても気にしいで一時それを気にしてしまうんですが、悪口の内容はひがみのようなものがあるたいで、その子が意地悪なのももう治らなそうです。気にしないようにさせたいのですが、どう声をかければいいかアドバイスをいきたいです。具体的にどういう悪口を言ってるのかっていうのを、そのメモに書かせてみてください。で、それを言われると、なぜ嫌なのかっていうのを、ちゃんとその感情を引き出してみてください。世の中に悪口を言うような頭の悪い人というのは大勢います。なので、その子が意地悪なのはもう治らなそうですっていうので、悪口を言う子を直せば解決するのではないかって感じたのかもしれないんですけど、社会というのは悪口を言う人が大勢います。すべての人を直すことはできません。なので、悪口が言われても大丈夫なように息子さん、娘さんを育てるというのが、多分親がやるべきことなので、例えばデブって言われたら、わかったわかった。じゃあ、デブって言われるのはなんで嫌なのっていうのを冷静に聞いてみてください。で、例えばじゃあ、痩せてる人がデブって言われても、なんでって終わるんですよ。例えば僕、デブって言われても、まあ、日本人の平均からするとそうかもしれないけど、アメリカ人とかフランスの男性に比べると、そんなに太ってないから、デブって言われるほどではないと思うんだけど、なんでデブだと思ったみたいなので、別にダメージを受けないんですよ。っていうので、言われた場合にどういうふうに解釈すべきかとか、じゃあ、例えば頭が悪いって言われたんだったら、頭良くなればいいんですよ。あの、その、えっと、なんか数学者になるとかは難しいんですけど、小中高のレベルは、それなりに勉強頑張れば、大体それなりの成績取れるんですよ。なので、頭悪いよねって言われても、でもなんか理科のテストあなたより点数高かったよねとか、社会100点でしたけど何かみたいな。なので、自分が頭が良くなることによって、頭が悪いという悪口を無効化するっていうやり方もあるんですよ。なので、そうやって自分自身に自信を持たせることによって、悪口を言われても気にしないっていう子供を育てた方がいいんじゃないかなと思いますけどね。悪口を言われるのが嫌だっていうのは、むしろそれはハングリー精神として使える可能性があるんですよね。なので、悪口を言われないように、じゃあ、例えばなんか足が遅いって言われたら、じゃあ悪口を言われないように足を速くしようとか、頭が悪いって言われたら、じゃあ頭が悪いって言われるのに勉強しようとかっていう、この学校入りたいから勉強するっていうプラスのモチベーションもあれば、こういう状態は嫌だっていうマイナスのハングリー精神から努力する人もいるんですよ。なので、子供が何か自分のやりたいこととか、こうした方がいいよねっていうところに、向けるためのモチベーションとして、悪口を言われたくないっていうのも、それはそれで動機になるので、なのでそこをうまくコントロールして、お子さんをなんか幸せな方向に持ってってあげるといいんじゃないかなと思いますけど。中3男子です。こんばんは。いじめてくるやつがいて殴りたいのを抑えつつやめると言ったり避けたり無視したりしても効果なし。先生に相談して先生から本人に言うと言っていたにもかかわらず対話なし。ついに限界を迎えて殴ってしまい、その後お互い悪いという結論で先生と本人で話し合いが終わりました。その後本人がいじめてくるということはなくなり、結果論で言えば殴っているかと思ったんですが、もっと他に方法ありますか？多分殴るが正解だったんだと思いますけどね。まず学校の先生がいじめを解決する気がないという問題だと思うんですよね。で、いじめって基本的に自分より弱いものをいじめることでストレスを発散するという遊びなんですよ。で、ところが、殴り返してくると、殴り返されると痛いじゃないですか。そうすると、じゃあ殴り返すやつはいじめないで、殴り返さないやつをいじめように変わるんですよ。いじめないが一番いいんですけど、なので、その殴り返すということで、俺をいじめたらあなたも損をしますよっていうのを明確にするっていう意味では、殴り返すっていうのがいじめを止める上では割と良かったりするので、そういう意味では、行動としては、仕方ないけど最善だったんじゃないですかね。本来の最善であれば、その学校自身が止めるとか、いじめをする子が良くないよねっていうところで、そのいじめをなくすっていうのが、本来のベストだと思うんですよ。でもその学校の先生がそれを解決する気がないという状況においては、殴り返すっていうのが、シュガーさんにとっての最善だったんじゃないかなと思うんですけど。で、フランスの場合だと、ちょっと前ニュースになったんですけど、日本でも。いじめをした場合、そのいじめがあった場合に、いじめをした側を転校させるっていうのがルール化されたんですよね。要するにいじめというのは何なのかっていうので、日本の場合だと、いじめられた子が学校行かなくなったりとか、いじめられた子がじゃあ転校して逃げるみたいなのやるんですけど、
で、そもそもその他人に対してそういう暴力行為だったり、脅しだったり、金取ったりっていうのはやっちゃダメでしょ。で、そういう行為をする人というのを排除すべきだよね。日本で例えばじゃあ大人な場合であれば、人殴りました。人を脅して金を取りました。それ警察が来て刑務所行きますよね。なので、フランスの場合も、加害者側、いじめの加害者側を転校させる。要は、おかしなことをする子供を転校させれば、他の子たちはまともなんだから、その子を抜いたらまともになるでしょ。でもなぜか日本の場合って、加害者のいじめた子はそのままで、被害者だけ抜くんですよね。で、被害者抜いても、いじめてる人たちはいるから、また別の子がいじめられるんですよ。で、ただ、時間が経てば3年でいなくなるから、なんかこう被害者をちょっとずつ抜いてるうちに卒業してくれて、あ、終わってよかったねってなるんですけど、被害者が泣き寝入りっていうのなので、なんかどうかなと思うんですけど、日本ってそういう国ですよね。はい。フリースクールは日本をダメにするのか。僕は慶應大学薬学部出身の無職ですが、東近江市長がフリースクールは日本の教育の根幹を揺るがす旨をしていました。日本の児童の不登校が最多となっている現代において、子供の安全な居場所は子供の健康な成長が大事だと思うんですが、N 高校の支援をしているルさんにとってフリースクールは大事だと思いますか？東近江市長が言ってることっていうのは、その日本の根幹を揺るがすっていうほどのことではないよねと思うんですけど、ただ、多少の危惧は僕も理解できるんですよね。要するに学校には毎日通わなければいけません。遅刻をしてはいけません。で、これ多分大体正しいんですよ。僕遅刻しまくってるし、その寝過ごして欠席したとかも多分あると思うんですけど、っていうのがあるので、で、それって、例外でそうやって社会生きてる人もいるけど、一般的にはちゃんと遅刻しないで学校通った方がいいよねという話なんですよ。で、ただ、フリースクールが普及し始めて、別にじゃあ学校とかめんどくせえから通わなくていいじゃん。フリースクールでいいじゃんっていう人たちが多数派になってしまった場合に、その、人として必要な教育を果たして本当にできてるのかっていうと、結構微妙になってしまうと思うんですよね。何かトラブルがあった時に、そのトラブルに耐えられなくなりました。だからフリースクールに行きますは全然いいと思うんですよ。ただ、トラブルを克服する能力というのも、それはそれで好もって身につけなきゃいけないんですよね。要はじゃあ、例えばじゃあ、死んだ坂模様してる性格の悪いひいわじ君が嫌いだから、この学校に行きたくない。で、それも一つの意見ではあるし、で、もうどうしても行けないんだったら、それだったらフリースクール行った方がいいよね、ぐらいの話は全然ありだと思うんですよ。ただ、こいつが嫌いだから学校行かないとか、このなんか学問をやるのが嫌だから学校行かないとかっていう、その好き嫌いをそのまま認めてしまうということが、果たしてその子にとって本当に良いことなのかっていうと、結構微妙だと思うんですよ。なので、僕としては、なんかフリースクール万々歳です。すべての人がフリースクールに行くべきです。だとは思わないんですよ。だから、ユタボン君っていう子が、学校に行かないんだっていうのを言ってて、で、その親もなんか学校に行かないのが正しいみたいなことを言い始めてるっていう微妙な状況があったので、それはどうなのみたいなことを何回か書いたと思うんですけど、結局学校に、行きたくない子、何らかしらで行けない子だったり、いじめられてるとかで、どうしても行けない子がフリースクールだったら行けるとかっていう救済手段としてのフリースクールはまだありだと思うんですよ。でもそのメインがフリースクールですっていうのは、ちょっとさすがにやりすぎなんじゃないかなと思うんですけど、とはいえフリースクールがあることで、日本の根幹が崩れるかみたいな、そんな大きな話かっていうと、それではないと思うんですよ。なので別にフリースクールに通ってる人たちが多分2割ぐらいになっても、別に日本は普通に運営できると思うので、なので多数派が普通の学校に通ってる分にはいいんじゃないかなと思うんですけど。